皆さんこんにちは。ミツバチハニーのルミです。早いものでもう夏の後半です。養蜂家にとってはもう採蜜が終わりに近づいているということになります。今回の動画では8月に行ったことを簡単にまとめて紹介したいと思います。先月新しく買った防護服を着ての作業を開始しました。M サイズを購入したんですが、男女兼用サイズだったのでかなり大きくて裾がダボついています。生地が3層になっているだけあってスーツ自体もかなり重いです。ただ以前着ていたペラペラの生地のものとは違ってかなり信頼が受けて、そんなに蜂に刺されることを恐れずに作業ができるようになりました。日本ほど暑くない8月のはずなんですが、それでも日中は結構暑くて、そうすると作業中撮影をしているとスマホが過熱状態で撮れてると思った動画が撮れてないというようなアクシデントもありました。もう採蜜はしないと決めていた2つの巣箱に砂糖水をあげています。夏場は腐りやすいので5カップずつあげているんですが、 2,3 日でもうカラカラになってしまいます。採蜜をする可能性がある巣箱には砂糖水はあげていません。今3つ巣箱が並んでいるんですが、奥のとあと手前のに砂糖水をあげています。真ん中の巣箱からは採蜜ができるので、この巣箱には砂糖水はまだあげていません。今のところ5カップしかあげていないのですぐなくなってしまうんですが、一応夏場は大さじ1杯のアップルサイダービネガーを砂糖水に混ぜて腐るのを防止しています。この日は内見の日だったので、フレームを一つ一つチェックしてミツバチの様子をチェックしました。ダニの14日間のトリートメントが2つの巣箱で終了したので、その薬剤を取り除く必要もありました。ダニのカウントをしているんですが、ダニが多い巣箱はすでにトリートメントは済ませてあります。今回はダニがとても少ない残りの巣箱2つにトリートメントをしていました。使用したのはフォーミックプロというオーガニックな薬剤です。これは採蜜時にも使えるミツバチにも比較的安全な薬剤です。ただ私はこれを2年間続けて使用しているので、ダニに耐性ができている可能性があります。なので次回は別な薬剤を使おうと思っています。この真ん中の巣箱は私が飼っている蜂の中でも一番蜂蜜を作っている巣箱なんですが、巣箱の下の方をチェックすると蜂の数がそんなにいないことがわかります。古い土台を使っているせいでミツバチたちがコームを作っていないのが原因と思われます。ただ女王蜂が卵を産んでいるので、このまま様子を見ようと思います。一番下の段と下から2段目の段の間にフォーミックプロが置いてあります。ワックスペーパーのようなものでくるまれていて、プロポリスでくっついてしまっているので取り除く作業は結構大変です。
巣箱を戻していきます。養蜂を始めて思ったのは、養蜂をやるには筋トレが必要だなっていうことです。巣箱を持ち上げたり移動したりっていう作業がとっても多いです。そして巣箱も蜂や蜂蜜があると結構な重さになります。もし一つのフレームに蜂蜜がいっぱいできていたら、それはだいたい 1.3 キロにもなります。もし一つの巣箱に入っている10枚のフレームが全部蜂蜜でいっぱいだったら、それは18から20キロぐらいの重さになります。私はもともと物を持ち上げるのが得意ではなかったので、この持ち上げるっていう作業が大変だっていうことが分かりました。養蜂するには筋力が必要だなってすごく思ったので、それはこれから養蜂を始める方にもぜひ言いたいです。これがオーミックプロというダニのトリートメントを剥がした後です。2週間のトリートメントをした後になります。もっとジェル状だったのが2週間経って少し乾燥しています。これはダニのトリートメントをした2つ目の巣箱です。ごめん。オーミックプロがくっついてるんですけども。髪がすごいプロポリスでくっついてますね。くっつきまくってる。蜂蜜がいっぱい入ってんのがこれはめちゃくちゃ重い。何かくっついてなかったか見えないんですけど、思いっきりくっついてる。でも取れない。ね、大騒ぎになっちゃった。蜂が巣箱の上にいっぱいいるとき、上の巣箱を重ねるコツは、まずスモークを当てる方法です。スモークを焚くと蜂が散らばっていなくなるので、そこを狙って巣箱を乗せます。それでも蜂がいる場合には、一旦そーっと巣箱を持ち上げて、でまた下ろすと、その間に蜂が逃げて蜂を潰さずに済みます。これは真ん中の巣箱なんですが、
一番上の蓋を開けるとインナーカバーの上に結構な数のアリがいつもいます。この辺にたくさんいるのがダニですね。今動いて、これ動いてますよね。動いて、まだ生きてる。でも生きてる。これがミツバチヘギイタダニっていうダニですね。でも生きてて今動いてます。この四角いやつなんですけど、これがどうやらスモールビーハイブビートルの糞じゃないかと思います。このトレイはたくさんマイトが死んでます。っていうのもトリートメントをしているからです。もう今動いてますね。なので目にはなかなか見えないので、トリートメントをするとから落ちてきて、このようにトレイに落ちて死んでいきます。今回2つのフレームで蜂蜜ができていたので採蜜をすることにしました。巣箱の中で完成している蜂蜜はキャップがされています。では蜂蜜をフレームから取りたいと思います。最初にこういうメッシュの袋があるんですけど、この袋をこのバケツの上に乗せます。で、その上にもう一つのこういうフィルターになってる穴が開いてるのを乗せます。そしてここにこれをセットアップしてこれで完成です。巣箱から取り出したフレームに入っている蜂蜜は薄い白い膜のようなもので覆われています。これが完成した蜂蜜だよっていう合図で、この膜は蜜蝋でできています。採蜜する際にはこの蜜蝋を取り除く必要があります。ヒートナイフというこの膜を熱しながら取り除くことができるものも巷では売られているんですが、私はそんなに量は取れないので、普通のナイフを温めながら取り除いています。そして裏側も同じようにキャップを剥がしていきます。全部キャップを剥がさないと蜂蜜がフレームに残ってしまうので、全部オープンにする必要があります。
してスピンをします。この日は1人で行ったので、押さえるのもスピンをするのも両方しなければならず、要領をつかむまでに結構時間がかかってしまいました。この作業は2人いるなら2人でやった方が断然効率がいいです。なんとか蜂蜜を取り出し、それをフィルターにかけていきました。残ったコームですが、まだ蜂蜜がついているので、これを外に出しておくとミツバチたちが見つけてきれいにしてくれます。これは採蜜をした後に残ったプロポリスとかコームを蜂にあげているところです。たくさん蜂がたかってきれいにしています。でも残った蜂蜜とか使った手袋を蜂にあげてみました。そしたら蜂が一生懸命また巣に戻しています。これは2日目の様子です。だいたい3日ぐらい外に出しておくと全部きれいにしてくれます。純粋な生蜂蜜を容器に入れてこんな風にしてみました。巣箱の周りではすでにゴールデンロッドという黄色い花が野原いっぱいに咲いています。この花が冬になる前に咲く最後のお花になります。ゴールデンロッドの花粉なのか、黄色い花粉を両足につけた蜂たちが巣箱に帰ってきました。ご視聴ありがとうございました。養蜂やアメリカ生活にご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をしてまた見てください。それでは、See you in the next video.